アップルナンバーワン、アップルナンバーワン、アップルナンバーワンっていうのを、はい、皆さんこんばんは、八幡こです。動画を撮っていきます。はい。で、前回さ、字の話じゃなくて、字の話なんだけど、お掃除のね、バイトをしましたって言って、その後の話よ、そう。その後に行った、就職した会社がもう最悪で、そう、もう、その頃になると、そろそろちゃんとバイトとか、派遣とか契約とかじゃなくて、正社員にならなきゃいけないかな、なんていうふうに思い出した時期なの。年齢的にね、当時。で、だから、正社員で仕事を探そうと思って探したの。なら、面接だけで行けるみたいなところがあって、で、あと俺、事務の方が楽だから、自分が楽な仕事がいいと思って。で、パソコンいじって座ってるの楽だから、このいじいじする、仕事がいいですっていうので、調べたわけ。だから面接だけで OK、事務仕事です。お給料も結構もらえますよっていう触れ込みのところがあったから、やったーっつってそこに行って、そう。で、言ったら、どんな会社かっていうと、お水を売る会社。別に不思議なお水じゃないよ。じゃなくて、ほら、ウォーターサーバーってあるじゃん。そう。あれを販売してる会社で。で、そこのジムっていうから、じゃあジムだと思って、で、面接受けに行って、で、よろしくお願いします。つって、なんやかんややったら、受かって。やったーと思って、受かってイエーイってなって、で、そのまま就職になったの。で、規模的にはね、ほんと中小企業っていう感じ。人数も、従業員人数が、7、80人ぐらいの会社かな。中企業中小じゃないか、中企業はね、そう。で、そこで初めは、研修期間がありますって言われて。で、研修って何かっていうと、実際に営業、販売。そう、販売を、1週間研修でやってきてくださいって言われたわけ。で、それもね、急なのよ。ごめんね、明日からちょっと大阪って言われて、明日から大阪みたいな。で、大阪行くじゃん。で、大阪行って、そこで、3日間ぐらい、お水を、売る。要は、ウォーターサーバーっていうサーバーが、サーバーじゃねえ。でっかい機械があるから、これいかがですかほら、よくさ、イオンモールとかさ、なんかそういうショッピングセンターでさ、なんか風船とか配りながらやってんじゃん。あれ。そう。で、あれやらされて。で、あれをやり終わった後に3日後ぐらいに、じゃあ次は、山口県に行ってくださいって言われて。はぁみたいな。で、山口だから行った後に、今度は四国みたいな。四国みたいな。なんかもうそういうホテル暮らしだよね。要は。もう仮暮らし。その仮暮らしさせられて、で、結局ね、東京に帰ってこれたのが、3週間後とか、だったかな。なんか研修って1週間って聞いたんですけど、みたいな。いやーなんか、八谷くん結構営業向いてるかなと思って、ついつい伸ばしちゃった。で、それなんとか、東京戻ってきました。やっとお家に帰りました。ほら、だからさ、休みとかじゃあどうすんのって思うじゃん。その3週間もさ、出っ放しで。だからね、休みはね、なんかね、移動の日が休み扱いにされるの。例えば、じゃあ、大阪から岐阜県に行くとするじゃん。じゃあ、その移動の間、1日お休みにするので、そのお休みの間に移動してくださいって言われるの。そんな休みでもなんでもないじゃん。なんだけど、そういう会社で。そう。で、やっと東京に戻ってきました。で、やっとじゃあ事務の仕事ができるなって普通の方々やるだけの、安心安全の楽な仕事ができるって思ったの。思ったんだけど、なんか蓋開けてみたら全然違って。事務とは名ばかりの、ただのクレーム処理担当。もう最悪。もうね、最悪。最悪だったよ。そこの会社ってね、販売員さんってすごい若いの。よくほら、ショッピングセンターとかで、販売してる人を見るとさ、結構若い兄ちゃん姉ちゃんがいるでしょ。その風船とかで、お客さんを釣って、で、お水いかがですかなんつって飲ませて、で、これ富士山のお水でとかさ、なんか六甲の美味しい水でとかって言いながら、サーバーをこの主婦とかに売りつけてるでしょ。そう。言い方が悪いね。でもそういう子たちって結構若い子が多いじゃん。そう、20代前半とか、の子たちばっかりで。そう。
で、そういう子たちはね、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、嘘ではないんだけど、嘘だよね。ちょっと嘘つくの。当時の私の会社はね、そう。なんていうのかな、ちょっと言い方をね、変えんの、わざと。なんか、1本あたり、例えば、このお水 500ml ペットボトルに換算すると、1本10円なんです、とかっていうの。でも、本当は細かく計算すると10円じゃなくて20円とか。とか、なんか、送料も、2本買っていただいたら無料になるんですけど、みたいな。でも、本当3本買わないと無料にならなかったりとか、なんかでも、そういうちっちゃい嘘つくの。解約金は別に普通に2年間お使いいただければ全然大丈夫ですって言うんだけど、本当は3年かかるとか。そういうちっちゃい嘘をついて販売するの。どうしても販売したいから。じゃあ、なんでそんなに販売したいかっていうと、1台売るごとに、バッグがね、いくらだったかな、確か1万円ぐらいかな。結構でかいバッグがあるわけ。だから、例えば純粋に自分が1ヶ月間で50台売ったら、50万の収入になるわけ。それに基本給プラスだから、月給70万とかも。すごいよね。日本ですごいでしょ。海外とかなんぼだしも。で、めっちゃバンバン売る人とかだと、1ヶ月間に100台とかあるわけ。100台売ったらまんま100万円なんだよ。っていう風に、要は若いうちから、いや別に若いうちは苦労しなさいとかそういう話じゃないよ。そういう話じゃないんだけど、例えば20歳そこそこの若い女の子が100万円ポンって手に入ったらもうその生活やめらんないね。やめらんなくなっちゃうみたいで。だから、もうなんか売れなくなってきたらちょいちょい嘘をついてまで売るようになっちゃうんだよね。で、そうするとどうなるかっていうと、クレームがたくさん来るわけ。で、そのクレームは誰が処理するかっていうと、俺なんだよ。だから、なんかどこの馬の骨ともわかんないような若い兄ちゃん姉ちゃんらが嘘ついて売っ払ったやつのクレームも、私が、すいません。すいません。すいませんっつって謝るわけ。もうすごい嫌だっただから。で、なんかよくあったよ。だからどこどこの代行のなんか弁護士ですがとか、なんか私は、消費者センターのものですがとか。あったよ。そうすると、なんか、わかりましたっつって俺が上の人に伝えて、消費者センターか、じゃあ、解約金なしとか。もうね、もう最悪。もうとにかく最悪だった。でも、なんだろう。販売員さんたちは儲かるから、最高って。この会社最高って。イエーイってなってた。ほんとね、宗教みたいだったよ。俺がすごい宗教感を感じたのは、飲み会がね、月に1回ね、飲み会があんの。会社総出で。バカみたいでしょ。最悪だったんだけど、なんかね、会社が、わざわざ例えば渋谷のクラブとか、なんか六本木のなんかダンスホールみたいなところあるじゃん。そういうところを会社が貸し切んの。1日。で、それで、その日だけは全国に散っている営業さんを全部一箇所東京に集めて、で、パーリーナイフするの。俺すげえ苦手でそれ。もう向いてないんで、そういうなんか、ウェーイみたいなやつ。なんか、ウェーみたいなやつ。もうなんか俺隅っこの方で静かにしてたんだけど。最後にそのウェーイのパーティーの後に、最後に、みんなでエンジンを組むの。そう。みんなでエンジンを組むのわーって。そう。エンジンを組んで、ぐるーっとね、大きいホールだから、何十人って人がエンジンを組むの。そう。それで、真ん中で、そのエンジンの真ん中に、一人なんかマイクを持った、なんかね、役職者。だから部長とか、専務とかみたいな人が、それも若い人なんだよ。若い、30前半ぐらいの人が、なんか生きってる人ね。生きってる人が、マイク持ちながら、みんなつって、今月もお疲れ様でしたみたいな。お疲れ様でした今月はなんか、全然売れてねえやつとかいたけど、来月もっと頑張るように。はいみたいな。じゃあいつものやつ行くぞお前らウェーイで、そこで、ダメだ。会社の名前だ。危ねえ。会社の名前出すとこだった。危ねえ。そう。じゃあ、例えば、会社の名前、なんだろうな。じゃあ、アップルにしようか。そう、アップルね。そう、アップルっていう会社だとするよ。会社の名前です。はい。行くぞ、お前らウェーイアップルナンバーワンアップル
ナンバーワンお前らもっと声出せ声が小さいぞアップルナンバーワンで、最後に全員で指を高々と上げて、真ん中に集まるだけ。うーって言いながら、うーってジャンプしながら、会社の名前を言うわけ。うん。アップルナンバーワンアップルナンバーワンアップルナンバーワンっていうのを、やらされんの。うん。もう最悪だったよね。うん、最悪。うん。会社の名前、自分の会社の名前、今思い出してごらん。自分の会社の名前。そう。自分の会社の名前を叫びながらこうやってやるの。うん。この気持ち悪さわかる？伝わる？やめた。うん。みたいなね、そういう変なとこ入っちゃったりとか。なんかね、引きが悪いんだよね、会社のね。はい。っていうお話でした。はーい。楽しかった。また撮りまーす。じゃあねー。当たっちゃった。じゃあねー。またねー。はい。